皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally のふみです。このポッドキャストでは日本語や日本文化についてお話しします。ぜひ楽しんで聞いてください。さて、今日は最高気温38度です。昨日は40度。明日も40度の予報です。エアコンをつけても暑くて、私は困っていますが、皆さんはどうですか？元気に過ごしてますか？先日、コメントで日本の新聞の読み方を教えてほしいというリクエストをもらいました。なので今日のテーマは新聞の読み方です。皆さんは日本の紙の新聞を見たことはありますか？オンラインの新聞は横に書いてある横書きなんですけど、紙の新聞は縦書きです。なので、どこを読んでいいかわからない部分もあると思うので、今日は画面に新聞を映しながら説明します。なので、できれば画面を見れる状態の時に見てもらえるといいかなと思います。では早速見てみましょう。ここに4つの新聞を用意しました。この2つは日本中どこででも買えるものです。日本全体のニュースが書いてあります。日本全体のニュースが書いてあるものを全国紙と言います。全国紙は、5つあります。読売新聞っていうのが一番読まれてて、次が朝日、それから、毎日新聞、産経新聞、そしてこの日経新聞、日本経済新聞ですね。で、これは、山梨県の新聞社が出している山梨のニュースが多い新聞です。で、あとこれは、スポーツ新聞です。で、これはもうスポーツがメインで、あと、競馬とかね、載ってました。馬ですね。馬の上に人が乗って走って、お金かけるのあるじゃないですか。あれが競馬です。そういうこととかなどが載っています。で、これ4つとも全部コンビニで買ってきました。で、ただ、普通、新聞を読みたい人は、新聞を取ります。新聞を取るというのは、契約するということですが、新聞を取ると毎日家のポストに届けてもらえます。朝6時とかには届いているイメージがあります。届けることを配達って言うんですけど、新聞配達の仕事は大変だと思います。で、新聞の読み方といえば、こちらの3つのことだと思うので、今日はこの3種類の新聞を見ながら、新聞の読み方を勉強しましょう。これはね、いらないですね。はい。じゃあまず、新聞は、本文は、縦書きです。縦に書いてあります。で、縦書きの本などは、こっち側から始まります。英語とか、横書きの文は、こっちの反対側からこう始まりますよね。なので、その逆です。で、ここが一面です。で、新聞の1ページ目のことを一面と言います。で、一面には一番大事なニュースが載ります。政治とか経済のニュースが多いです。一面の一番大きい記事がその日の一番重要な記事です。
右から読んでいくので、この右上にあるものですね。で、一面の下の方には、どの新聞にもコラムがあります。ここです。で、これは記事ではなくて記者の意見になります。なので、新聞ごとに新聞の考え方が出てくる部分です。で、この朝日新聞は、天聖人語です。で、この日経新聞。日経は、ここですね。春秋です。そして、三日は、これ、山梨日日新聞は三日って言うんですけど、これは、ここの風林火山が、コラムです。で、特にこの朝日新聞の天聖人語は、大学とか高校とか中学とかに入る試験のことを入試って言うんですけど、入試で使われたりするので、天聖人語っていう言葉は、名前は有名です。で、あと大体この、よいしょ、最後のページがこうテレビ欄になっています。で、どのチャンネルで何の番組をやっているっていうのが、載っています。で、この最後のページをこう1枚めくると、どの新聞にも大体こういう4コマ漫画が載っています。漫画のこれコマって言うんですね。で、ここちょっと2つに分かれてるんですけど、だから5コマになっちゃってるけど、普通これ4コマなんです。なのでこれ4コマ漫画って言うんですが、どの新聞にも大体4コマ漫画が載っています。で、さっきの3日にも、この開いて、ここに4コマ漫画ありますね。ちなみに3日の場合はこれテレビ欄が別に真ん中にこうやって挟んであります。で、日本経済新聞っていうのは、さっき全国紙が5つあるって言ったんですけど、その中でこれだけが経済新聞です。経済について書いてある新聞なので、ここかな？漫画はね、ないですね。で、どの新聞も大体一面は政治経済。で、2枚目もそういう続きで、あと世界の話題があったりして、あとこの社説っていうのは新聞社の意見を出すところですね。そういうのがあったり、あと、ここは、上にこれ、花壇、俳壇ってあるんですけど、こっちは俳句ですね。こっちは短歌っていう俳句よりちょっと長い詩みたいなものなんですけど、これは、こういう新聞を撮ってる人が、投稿って言って、こう、自分でこういう俳句とかを作って、新聞社に送ります。で、こういういい作品がこうやって載ります。で、こういうところに載るのは、すごく嬉しいことなんだと思います。で、あと、こう、スポーツがあったりします。で、日曜日なんで、多分ちょっとなんか、いつもと違う、こういうものが入ってたりしますね。で、スポーツ欄があって、ここに、山梨って書いてあります。ここは、山梨県という場所です。なので、この全国紙の中に、こう、一部分だけ、その地域の記事が入っていたりします。で、今日の記事は、お笑いタレントバカリズムさんって書いてあるんですけど、
バカリズムが名前ですね。で、お笑いタレントっていうのは、人を笑わせるお仕事をする人です。よくテレビとかに出てくる人ですね。で、この人が実は、ホットスポットっていうドラマの脚本を書きました。ホットスポットは、山梨が舞台になっているドラマです。すごく面白かったので、ぜひ見てもらいたいんですけど、少し前にこのポッドキャストでも話をしています。で、それを書いた人なんです。で、ちょうど金曜日ですね、2日前に私がジムに行きました。で、自転車を漕いでたんですけど、その自転車のとか、走るところの前にはテレビがあるんです。そのテレビは山梨の番組でした。で、そこにこのバカリズムさんが出ていました。で、そのホットスポットについて、話をね、していました。から山梨にとってあのドラマは、とても大事なドラマだったわけです。だからもしかしたらその時とかに、インタビューしたのかなってちょっと思いました。で、夏というと、高校野球というものがあります。高校生の野球大会がずっと昔からあるんです。で、日本全国から試合をして、だいたい県の中で一番強いチームが勝ち上がってきます。で、そういうチーム同士で、戦って、一番を決めるんです。ここに、全国高校野球選手権大会ってあるんですけど、この高校野球っていうのは夏休みのとっても大事な、イベントなんですね。私はあんまり野球見ないから、あれなんですけど、うちの兄も高校生の時野球をしていて、これを目指して、頑張ってました。で、どうやらこのバカリズムさんも、野球を頑張ってたみたいで、そういう話が載ってました。はい。この後は、社会面って言って、ちょっとした事件とか事故とか、そういうニュースが載っています。じゃあ、新聞全体の作りを見たので、次は記事の読み方です。まず、この大きい文字、これとか、これを見出しと言います。見るに、出るに、ひらがなのしで見出しです。で、見出しはこの字数、字の数が少ないですよね。なので、省略された言葉が使われます。省略っていうのは何かを短くすることですね。で、こういうのもね、省略してあるので少しわかりにくいかもしれません。で、例えばこれはですね、安保密約、岸首相が主導って書いてあります。安保っていうのは日米安全保障条約のことです。日米っていう言葉も難しいかもしれませんね。ここにありますけど、日本とアメリカという意味です。米っていうのはアメリカを漢字で表した時の一部なんですね。で、その安全保障っていうのは簡単に言うと、軍隊を使って、国を守るというような意味です。なので、日本とアメリカの間の、約束っていうか、何かあった時にどうお互いを守るか、お互い何をするかっていう約束ですね。で、安保と言ったらこの日米安全保障条約のことです。かなり短くなってますよね。なので、政治に興味がない人にとっては、ちょっとこのもう見出しが難しいかもしれないですね。で、本文なんですけど、どの新聞も大体ですますは使いません。例えば、ここを見ると、こことかね、文末提供した
とか、米側の公電。これは名詞で終わってますね。で、ここは言及した。とかなので、しましたとか、公電でしたとか、そういう言い方はしないということですね。で、次は、読み方です。右の上から読んでいくことになります。下にですね。で、ここに、3面ってありますが、これは関係する記事が、3面、つまり3ページ目にありますよ、ということです。で、ここからが本文です。で、右から読み始めて、左まで、ここですね。で、この記事はここに線が入ってるので、太い線が入ってるので、この記事はここからここまでなんですね。で、なので、ここの本文はここまでで下に行って、読んで、今度ここの下に飛んで、読んで、ここからここに行きます。で、また右から左に読んでいって、ここで終わります。ここに書いた人の名前が載っています。で、同じように見ていくと、その下の記事は、ここに見出しがあって、で、そのちょっとした説明、それからここから読み出して、ここまで来たら右に行きます。で、左まで行ったら右に行きます。で、ここで記事が終わります。で、こういうところに線が入っている理由は、これ全部一行にこうやって全部一行でこう書いていくと読みにくいからなんです。ここまで行って上に行く方が読みやすいので、こういうふうに割と幅というか、ここは短くなってます。あと、ここも一つの記事。それから、ここも一つの記事ですね。これで。ここにも米っていう字があるんですけど、ここは米労働統計局長解雇って書いてあります。大体この米って書いてあったらこれアメリカのことです。最近お米の値段が高くってニュースになってるので、お米という可能性もありますけど、米と関係なさそうな話であれば、全部アメリカのことです。では次、ちょっと日経新聞を見てみましょう。はい。ではこうやって全体を見たときにトップ記事がどれだかわかりますか？右の一番上にある大きいものです。ここですね。これがそうです。で、ここに、トヨタ、タイで中国部品調達と書いてあります。これなんか結構いろいろ省略されていそうなタイトルです。で、実際この中とか読んでみたら、トヨタがタイで、部品を買うんですが、その部品っていうのは中国の企業が、タイで製造したものだそうです。ここを見たらわかりやすかったですけど。だから、いろいろ省略されたタイトルっていうことですね。で、本文を読む順番ですけど、ここから始めて、どんどん下に来て、ここまで行ったら、次、右側のこっち行きますね。で、ここまで行ったら、ここで終わってるので、ここまで行ったら、ここに行きます。で、次、ここまで行ったら、今度、右に行くと今度また新しい記事が始まってそうなので、このまま今度下にここに行きます。で、ここまで行ったらまた下に行くんですけど、で、ここまでですね。ここまででした。で、実は、すっごくわかりにくかったのは、じゃあ、これはどこから繋がってるのっていう話なんですけど、これは、こっから繋がってました。これもまた一つの記事なんですけど、ここで終わりじゃなくて、ここからここに飛んでいました。すごくわかりにくいです。ここからこう行くんですけど、だから内容を読めば時価総額が小さ
って止まってるから絶対どっかに「い」があるはずって見ればここなんですよ。で、小さいままだと資金力のある機関投資家の投資対象になりにくい。ここに繋がってますね。で、これ日経もですね、こうめくったら、もうどうですか？米という字が見えますか？米という字ですが、ここも米国、米雇用原則。やはり、アメリカにすごく影響されるので、アメリカの記事は、多いです。では次は、三日新聞を見てみましょう。どれがトップニュースかわかりますか？やっぱり右の上にあるこれですね。これがトップニュースです。で、原爆正当化できず7割超。広島資料館訪問外国人アンケートって書いてあります。原爆というのは原子爆弾のことです。核兵器です。で、正当化というのはあることについてそれは正しいということです。で、できずっていうのはできないという意味です。このずはないという意味の書き言葉です。つまり原爆正当化できずというのは原爆を落としたことは正しいことだったとは言えないという意味です。これだけを見て想像すると、広島には原爆資料館があるんですけど、そこに来た外国人のうち、これね、70% 以上の人が、原爆を落としたことを正当化はできないと、アンケートで答えたんだろうなと想像できます。で、実際そうだったみたいで、詳しい内容はこの辺に、書いてありました。あと、ちょっと細かい内容だと、この米国人、196人に限ると、正当化できないとしたのは 48.5%。で、全体と比較し、正当化できるは 13.3% と2倍近かった。そう、正当化できるって言った人が、7.2% いたそうです。で、考えが変わった人も 8.2% と高かった。と書いてあります。で、米国人っていうのはアメリカ人のことです。で、アメリカ人って書くと5文字です。でも、米国人って書くと3文字です。なので、新聞では、その字の数を減らすために、米国人って書くことが多いです。そうすると他の情報を入れられるからですね。今、この読んだ部分に関しては、じゃあアンケートに答えた人全体のうち、正当化できないって言った人は 70% を超えたけれども、アメリカ人に限っては、そう思ってない人が多いということですね。ただ、私、これをもしアメリカでアンケートを取ったなら、正当化できないっていう数字はもっと低くなると思うし、正当化できるっていう数字はもっと高くなると思いました。私がアメリカに留学した時、30年以上前なんですけど、その留学をやっていた団体の人が、アメリカの生活で気をつけるべきことっていうのを留学前にいろいろ教えてくれました。で、その中の一つに、アメリカの歴史の時間に日本に原爆を落とした話が出てきたら、みんなが拍手をすることもあると。だから心の準備をしておくようにっていうことでした。なぜならばですね、日本では原爆はひどいものであるっていう認識なんです。で、原爆の恐ろしさとか、その気持ち悪さっていうのを写真とか漫画とかで見る機会も多いです。で、私は小学生の頃、そういう漫画とかを読んだりしてたんで、飛行機が飛んでくと、音を聞くと、原爆を落としに来たんだったらどうしようって、本当にね、怖かったんです。
そう。だから、これもし日本の人に聞いたなら、多分もうこれ100%近いと思うんですね。正当化できないって答える人が100%近いと思います。で、ただ、そのアメリカ側としては、予告なく、つまり事前に攻撃しますよとも言わないで、真珠湾、パールハーバーを日本軍に攻撃されましたよね。で、あと、戦争を続けていたら、アメリカ兵の犠牲者、つまり亡くなったりする人ですね。そういう数が増えてしまう。だから、そうしないためにやった。ということですよね。で、それから、アメリカ以外の国にとっても、韓国、中国、インドネシア、フィリピンなどのいろんなアジアの国で日本兵がとか日本人がそこで何をしたかっていうのを考えれば、やっぱり原爆を落として戦争を終わらせてくれてよかったって思う人もたくさんいると思います。で、ただその原爆っていう爆弾がどういう影響を人間に与えるのか、知らない人も多いと思うんです。だから落としてよかったっていうふうに思える可能性もあります。ただ、その資料館に来る人っていうのは、原爆がどういうものだったのかを勉強しようって思う人なわけですよね。だからそもそもどちらかといえば原爆はあまり良くなかったんじゃないかって思う感じの人が多いと思うんですよ。だからこの数字だったのかなって思いました。で、資料館の役割として世の中から核兵器をなくしたいというのがあります。核兵器というのはこの原爆などのことですね。だから、ここでちょっと大事だなと思ったのが、その正当化できないって、答えた人の中に、もともとは正当化できると考えていたが、展示を見て考えが変わったっていう人が6.2% いたということです。私、それこそが資料館の役割なんだと思います。原爆のひどさ、その時もすごいひどい影響を与えるんですけど、でも、後からその放射能が、体に悪さをしたりするわけです。で、それが子供の代、孫の代って続くんです。だから、原爆を落とすとか核兵器を人間に対して使うということを、誰に対してもやっちゃいけないって、考える人を増やすことがこの資料館の目的なんだと思います。だから、今回のその数字っていうのは小さいものかもしれないけど、その役割を果たしてるんだなっていうのが、わかる記事でした。で、この記事は、やっぱりここまで来たら、こう下に行って、ここに線があるんですけど、ここからこっちに飛びます。右の下に飛んで、ここからこうまた、ここまで来て、下に行って、下に行って、ここで終わります。で、その横にある記事は、ここでこう囲まれてるから、この部分ですね。で、その横にも一つこの記事のまとまりがあって、あとここ。トップ記事と同じくらい、これが山梨県内の大事な記事ということですね。で、ここに戦後80年って書いてあります。第二次世界大戦が終わったのが1945年なので、ちょうど今年は80年目です。で、1945年の8月6日に広島に原爆が落とされて、8月9日に長崎に原爆が落とされました。そして8月15日に日本は降伏しました。つまり負けましたって言ったわけですね。なので、8月になると、こういう原爆を含む、戦争の話が、新聞とかテレビで多く取り上げられます。
だいたいその8月15日までですね。例えばこの日経にも、原爆 A チャーチルも注目、原爆の話ですね。とか、これとかはこの戦後80年見解。これはその戦争をどう認識するかみたいな話ですね。それからこっちの朝日にもやっぱり80年っていう風に載ってました。これですね。訪ねた記者に原爆に会ったんですよ。って言ったってこれは原爆の話ですね。なんでその8月15日ぐらいまで、すごくこういう記事とかテレビ番組が多くなります。で、そうだ、あと質問でアメリカ人の方から、じゃあ日本は、アメリカに原爆を落とされたことを恨んでいますかみたいなことを聞かれたことがあります。で、私その答えは、なんか、ノーだと思うんですね。で、多分それこそ戦後の教育で、やっぱり、アメリカみたいな民主国家になりたいっていう教育がされてました。今もされてますよね。だから、アメリカに恨みを持ってる人って正直見たことがないんですね。もちろんネット上にはいると思います。で、もう、普通なんかそういうのはないですね。で、ただ逆に日本の方がしたことを、日本がね、したことを恨んでる人の方が世界には多いんじゃないかなっていうふうに思います。はい。じゃあ、もう少し簡単そうな記事を読んでみましょうか。今すごく暑いのでこれにしましょう。はい。こっちです。勝沼、今季最高 39.8 度。ここが見出しですよね。ここは見出しでここから読んでいきます。8地点猛暑日、熱中症化6人搬送ってあります。猛暑日っていうのは何かなって思うとちょうどね、ここに書いてありました。観測8地点で猛暑日、最高気温35度以上となった。つまり、最高気温が35度を超えると猛暑日と言います。ただですね、もうね、毎日35度なんて余裕で超えてます。今年はもう本当に暑いって毎年言ってるので、毎年は本当に暑くなってると思います。で、例えばこれも4日連続で気温40度超って書いてありますけど、これは山梨の話じゃなくて、群馬県伊勢崎市って書いてあるので、ちょっと別の場所ですけど、最高気温が 40.1 度。あと、別のところでも40度を観測した。で、全国で40度以上の地点が出るのは4日連続って書いてあります。だからもう4日連続でどっかが40度になってるってことですね。で、気象庁によると、比較できる2010年以降では、13年8月に観測して以来12年ぶりで過去最長に並んだ。だから4日連続で40度になったのが、12年ぶりということですね。暑いですね。あと最後に一つ、ここインドネシアで火山の噴火がありました。インドネシアの方は大丈夫でしょうか？で、ここですね、ちょっと見てほしいんですけど、メートルがすごく小さい字で書かれてるのわかりますか？ 19,000 メートル。このメートルだけ一字分しか取ってないですよね。これも、字の数を少しでも減らそうという努力です。とはいえね、こことか余裕で空いてるんですけど、こう空いてない時もあるので、メートルとかこうやってちっちゃく書いたりします。あと、新聞をこうやって見ると、漢字がたくさん使われてますよね。で、皆さんは常用漢字っていう言葉は聞いた覚えはありますか？常用漢字は2136字あります。で、これはよく使う漢字を、よく使うものとして政府が決めた漢字なんですけど、
新聞はその常用漢字で書かれています。なので、その常用漢字じゃない漢字は使っていないはずです。で、それから、あと常用漢字には、実は読み方も指定されています。だから、それ以外の読み方をするものには、こうやって、振り仮名が振ってあったりします。ここですね。忍ぶ、なんとか。これが実は名字なんですけど、忍って、普通だったら名前っぽいんです。下の名前っぽいんです。でもそれが、ましてやこの名字になってるんで多分読めないだろうということで、ここに振り仮名が振ってあります。あと、こことかも振り仮名が振ってありますね。重角、あと主要。そう、ただ基本的には振り仮名は振ってないので、新聞は難しいと思います。で、やっぱり新聞が難しすぎるけども、ニュースを勉強したいという方は、まず、オンラインで読めるニュース記事から読んでいくといいかなって思います。で、オンラインだったらすぐ言葉の意味も調べられますしね。あと、新聞じゃないんですけど、ニュースだったら NHK の優しい言葉ニュースというのがあります。NHK っていうのは日本のテレビ局です。国がお金を出しているテレビ局です。で、例えば、これみたいに、ネットで見れるニュースです。で、これみたいにすごく簡単に書かれています。でも、関税っていう大事な言葉を勉強できます。なので、まずは、こういうのから始めてみてもいいかもしれませんね。はい。では皆さん、新聞の読み方、どうでしたか？読み方そのものじゃなかったかもしれません。もし、もっと記事そのものを一つ一つ読んでいきたいというリクエストがあれば教えてください。父さん、エドモさん、スーパーサンクスをありがとうございました。何回もくださっていて、本当に助かります。感謝しております。最後に、私のコースの宣伝です。私はサブスクコースで日本語の発音、リズム、ピッチアクセント、イントネーションなどを教えています。伸ばす音とか、小さいつの音とか、勉強する人にとって難しいものを勉強できます。勉強になると思うんですけど、それだけじゃなくて、会員になってもらうと毎月発音チャレンジというものに参加できます。文を読んでもらって、ここをこうするともっといいですよっていうアドバイスを皆さんにします。発音が綺麗だと、自信を持って話せますよね。で、私は皆さんに自信を持って話してもらいたいと思っています。興味ある方はぜひチェックしてみてください。では、今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。